お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して、編み物の時間を一緒に楽しみましょう。それでは始まります。すごいかわいい。こちら、計画崩壊。それをコップ糸って呼んでる。すごい綺麗な色で気になって、今急いで編んでるものがあるんですけど、去年の東京ヤンクロールの開催期間中にパピー下北沢さんで購入した糸と編み図で編んでいるキラキラアームウォーマーっていうものを今編んでいます。今年の東京ヤンクロールに参加するときにつけていきたいなと思って、つい2、3日前から急いで編み始めました。で、今は片方も編み上がって、もう片方の方もちょうど手のひらのところに入ったところなので、なんとか間に合いそうかなっていう感じです。片方できているのがこんな感じです。かわいいですよね。この手のひらのところだけキラキラしてるんですよ。すごいかわいい。こんな感じ。こんな感じです。かわいいですよね。ちなみに糸が、パピーさんのオリジナルの糸のこのチャスカっていう糸と、ラングのパイエットっていうこんな糸を引き揃えて使っています。このチャスカの方はベビーアルパカ 100% の糸なんですけど、すごい肌触りいいんですよ。このすごいふわふわの糸と、こっちのラングのパイエットっていう糸はこんな感じの小さなスパンコールがびっしり仕込まれた引き揃え用の糸っていう感じの糸なんですけど、これがすごいキラキラでめっちゃ可愛いですよね。この糸たちで編んでいます。先日の糸間でパピーさんのブースにこのパイエットがずらーっと並んでるのを見て、そういえばって思い出したんですよね。ということで今回はこちら、2024年第6回目の今年の糸間で購入してきたものの紹介をしながらおしゃべりをしていこうと思います。購入品の紹介をする前に、今年一応計画を立てて参加したので、どんな計画を立てたかっていうお話をしようかなと思うんですけど、今年は東京ヤンクロールにも参加するつもりなので、あんまり買いすぎないようにしようと思って、なんとなくこう目星を10個ぐらいつけてたんですね。10個ってもうなんか計画の時点で予算オーバー気味の計画だったんですけど、どんな計画を立てていたかというと、まずはニッティングバードさんが気になっていて、ニッティングバードさんは今年の夏に東京に実店舗を構えられたんですよね。で、気になってるけどまだ
そのお店の方には行けてなかったので、私の記憶が確かだったらニッティングバードさん糸満初出店だったと思うんですけど、ちょっと実店舗にお邪魔する前に糸満でどんな感じなのかなっていうのが気になってたんですけど、オンラインストアをチェックしてみて気になったのが、一期一会の靴下専用糸、あれの小巻きのアソートっていうのがあったんですね。なので糸満のブースでもしそれがあったら欲しいなと思っていました。それが計画の一つですね。あとアタカモっていうなんか金属のワイヤーみたいに見える糸も少し気になっていました。計画の2つ目が糸畑さんっていうお店なんですけど、このお店もインスタグラムでよく見かけるので気になっていて、どんな感じなのかなと、ひとまずオンラインストアを見てみたら、結構シルクとかリネンの糸が充実している印象のお店だったんですね。なのでもしリネンの細番手の糸があったらニッタオルを編んでみたいなと思っていたので、リネンの細番手の糸あったら欲しいなと思っていました。それが計画の2つ目で、3つ目が今度はローワンなんですけど、ローワンの固定式の輪針を私一つ持っていて、 3.5 ミリのサイズの針なんですけど、それをつい最近下ろして使ってみたらすごい使い心地が良かったので、ローワンさんのブースでもし固定式の輪針今年扱いがあったら違うサイズで買ってみようかなっていうのも思っていました。それが計画の3つ目ですね。で、4つ目に思っていたのがアトリエマノワさんっていう湘南の毛糸屋さんなんですけど、そちらも確か初出店だったと思うんですけど、糸満の出店者情報のところを見てみると、量販店にはない珍しい糸を取り揃えているっていう風に書かれていたので、すごく気になっていました。何か買うかどうかはわからなかったけど、とりあえずどんな糸があるのか見てみたいなと思っていたので、アトリエマノアさんのお店をチェックするっていうのが計画の4つ目でした。で、5つ目は、これはおなじみなんですけど、イトリコさんでソックヤーの小巻きを買おうと思っていました。小巻き私大好きなんですよね。いつもいろんなのがあるので、どれにしようかなと迷うのがすごく楽しくて、今年もイトリコさんのソックヤーの小巻きは買おうと思っていました。で、6つ目の計画がシルク長谷川さんなんですけど、ちょっと前の10月の素材博で日本防具社さんのケイトさんが初出展されていたところで、シルク長谷川さんの成果を私買ったんですね。で、その成果を使って編みたいなと思ったパターンがあったんですけど、どうやらちょっと糸量が足りなさそうだったので、糸までその成果を買い足そうかなっていうのが6つ目に計画したことで、ちなみに色番号が16番のレイニーデイというカラーがあったら買い足したいなと思っていました。で、計画の7つ目が、沢田糸さんなんですけど、沢田糸さんは、うちにダリーとコネリっていう糸があるんですけど、それをお試しで購入してみて使ってみたらすごいいい感じだったので、そのダリーとコネリがもし単品で置いてあったら購入しようかなっ
っていうのも考えていました。それが7つ目の計画ですね。で、8つ目の計画が、ケイトさんっていう、私の動画では何回か登場してるんですけど、アルパカの毛糸専門の毛糸屋さんなんですけど、フィールドセーター、カミラバットさんのフィールドセーターっていうのを編んだ時に、ケイトさんのごくごく細糸を使ったんですけど、シルクモヘアみたいな感じで引き揃えで使ったんですけど、それがすごく良くて気に入っていて、なので特に使い道は今のところないんですけど、すごく色展開が豊富なので、いろいろ見てみてピンときた色があったら、そのごくごく細糸をいつか編む引き揃え用に買おうかなっていうのも思っていました。で、それが8つ目の計画ですね。で、9つ目がフュンさんなんですけど、フュンさんは神戸に実店舗がある毛糸屋さんなんですけど、なかなか遠くて足を運ぶチャンスがないので、糸間で毎年出店している常連さんなので、いつも糸間に行くときは足が向くお店なんですよね。で、そのフュンさん、つい最近ヘルガ・イサガーさんの編み物ステッチズっていうパターンブックの日本語翻訳版が発売されたんですけど、フュンさんでもその本の取り扱いがあるので、もしかしたら私が前から編みたいって言っていたチリーっていうカーディガンのきっと出てないかなと思っていて、もしそれがあったら欲しいなっていうのを思っていました。それが、9つ目の計画ですね。で、最後の10個目が、糸間の開催前日ライブってやってたんですよね。それでいろんなお店の注目の商品とかをライブで紹介してくださってたんですけど、チャピーアンさんが今年の糸間限定カラーのコクーンモヘアを出しますっていうのをそのライブで見て、それがすごい可愛かったんですよね。編んだサンプルもあったんですけど、本当に綺麗な淡い虹色のカラーで、羽衣みたいな、すごい可愛かったので、わあ、それ欲しいなーって思いました。それが計画の最後ですね、10個目。っていう感じで、まあなんか計画の段階で予算オーバー気味だったんですけど、一応そんな計画を立てながら、糸間に参戦してきました。で、結果どうなったかというと、計画が崩壊したんですけど、まず、ニッティングバードさんの一期一会の靴下専用の小巻きのアソートはなかった。で、気になってたアタカモは買おうかどうしようかすごく迷ったんですけど、今のところ使い道が定まらなかったので、ちょっと見送りました。でも、ずっと気になってたので、実物を見れたのは良かったです。で、二つ目の計画だった糸畑さんのリネンの細番手の糸も、聞いてみたら、今回は持ってきてないっていうことだったので、買えなかったんですよね。でも、オンラインストアで購入できるんでね、また機会があればと思いますけど。で、3つ目の計画だったローアンの固定式の輪針なんですけど、これはあったんですよ。でも、サイズ違いで買おうかなと思ったけど、ちょっとどのサイズにしようか決めきれなくて、今回も輪針は見送りました。4つ目に計画していたアトリエマノアさんはチェックできました。買い物はしなかったんですけど、すごく素敵な糸を発見して、それがコットンとヤクのミックスの糸
っていうことだったんですけど、めちゃくちゃ手触りが良くて気持ちいい糸だったので、使う機会があったらいつか実店舗の方に行きたいなと思いました。ただすごい高級な糸だったので、手に入れるときはちゃんと編むものを決めてから買いに行こうかなと思いました。で、次に5つ目の計画のイトリコさんの小巻きなんですけど、小巻きはありました。なので今年もいろいろ楽しく選んで買ってきたので、後ほど紹介しようと思います。で、6つ目に思っていたシルク長谷川さんの聖火なんですけど、聖火自体は置いてあったんですけど、探してたレイニーデイの色はなかったんですよね。もしかしたら売り切れちゃってたのかもしれないですね。なので買えませんでした。聖火はもう編もうと思っているものがあるので、実際キャストオンしようってなった時にまた改めてオンラインストアで買おうかなと思います。で、7つ目に計画してた沢田イットさんのダリーとコネリーだったんですけど、沢田イットさん今回はキット中心っていうかほぼキットでの販売だったので、コネリはあったんですけど、コネリもキットでしかなかったので、今回は買わずに帰ってきました。けど沢田イットさんでは別の買い物をしたので、これもまた後ほど紹介しようと思います。で、8つ目に計画していたケイトさんのアルパカのごくごく細糸。これはもういつも通りめちゃくちゃ色展開豊富に取り揃えてあったんですけど、ケイトさんのブースでもうすっごい結構長い時間迷ってたんですけど、結局決めきれずに何も買わずに帰ってきちゃいました。でもケイトさんのごくごく細糸は本当に使い勝手がいいなと思ったので、今後また何か編みたいパターンで使えそうだったらオンラインストアで買いたいなと思います。で、次にフュンさんなんですけど、あったらいいなと思っていた編み物ステッチーズに載ってるチリーっていうカーディガンのキットはなかったです。でも、フュンさんでもいくつか買い物したので、これも後ほど紹介します。で、最後に、結構楽しみにしていたチャッピーヤーンさんの糸間限定カラーのコクーンモヘアなんですけど、余談なんですけど、私、今回の糸間は初日の、2回目の時間帯に参加したんですね。で、入り口入ってすぐにチャッピーヤーンさんがあったんで、早速、限定カラーありますかって聞いたら、初回で全部売り切れちゃってたんですよね。なので、手に入れられなかったです。すごく残念。でもチャッピーヤーンさんこれから東京ヤンクロールにもポップアップストア出されるので、そっちもチェックしてみようかなと思っています。っていう感じで結構計画崩壊してたんですけど、これから購入品を紹介したいと思います。はい、ということで今回購入してきたのが、じゃじゃん。これです。ちょっと全部出しちゃおうと思います。はい、全部出してみました。今回購入したの、これだけあります。じゃあ早速紹介していこうと思うんですけど、まず一つ目が、もういつも買っているこのイトリコさんの小巻きですね。これ1個330円なんですよ。なんだけど、5つ買うと1000円に値引きになるので、いつも5つセットで買ってくるんですけど、今回も5つ選んできました。で、全部同じソックヤーンだと思ってたんですけど、
なんか今見てみたら1個だけ種類が違くて、1個だけこのなんかコットン、即ヤンコットンってなってましたね。それ以外はウール系の即ヤンの小巻きでした。コットン系がこんな黒に、なんだろう、ちょっと変わった糸が混じってる感じですね。ちょっと今日天気がいまいちなので、もし暗くてよく見えなかったら後で写真を撮って載っけておこうと思います。こんな感じ。あとウール系の小巻きがこんな感じの色味で買ってきました。これなんかちょっとラメが入った感じ。わかりますかね。いろんな糸の糸とラメ糸が引き揃えてあったり、あとこれは暗めのシックな感じの色合いなんですけど、赤とか緑とかブラウン、黒とかが引き揃えられてますね。とこれはピンク系ですね。こんな感じ。ピンクにちょっとパープル、ラベンダー色みたいなのが混じってる。あとはこんな感じのちょっとモケっとした茶色っぽい色合いのものとかを買ってきました。これ全部靴下のポイントに使おうと思っているので、ポイントに映えそうな色合いでこんな感じで買ってきてみました。これが1個目の購入品。イトリコさんの小巻き5個セット1000円になるやつですね。で、2つ目がこれとこれなんですけど、沢田糸さんで購入してきた毛糸たちです。こっちがキットになっていて、もくもくなポシェットっていう編み図付きの毛糸のセットですね。これサンプルを会場で撮影してきたのでお見せするとこんな感じだったんですけど、すごいモケモケ具合が可愛くて、この糸がどんな感じなのかっていうのがすごく気になってきて、このソフトタムっていうモケモケの糸を試したくてこのキットを買ってきました。それでそのポシェットのサンプルのすぐ上に別のサンプルがかかってたんですけど、かぎ針編みのモチーフのサンプルでラメを引き揃えていたんですね。その編み地がすごい可愛いなと思って、このポシェットのキットにそのラメ糸を引き揃えてみたいなと思ったので、ちょうどこうレジ横にこのセットがあるのを発見して、これも購入してみました。これがプラスイットのラメっていう糸なんですけど、こんな感じの3色、10g130m 入りの3個セットで7、800円だったかな、購入してきました。キュプラ 46%、ナイロン 31%、ポリエステル 23% っていう感じの糸なんですけど、なんかお店の方に聞いてみたら、多分この一玉でポシェット引き揃えに足りるんじゃないかなっていうことだったので、これ1個だけ購入してきました。で、このキットの方もちょっと出してみようと思うんですけど、編み図は映らないように出してみようと思いますけど、このアモットっていうのは結構定番の糸ですよね。このアモットっていうのがウール 100% の 50g120m の糸ですね。で、色が
色がこれは27番のホワイトっていう色でした。それが1玉と、このソフトタムは2玉入っていて、この糸が気になったんですけど、これがモヘア 69%、ウール 29%、ナイロン2% っていう素材の極太の 30g25 メーターのモヘアの糸。すごいモケモケして可愛いなと思って買ってきてみました。とりあえずこれでポシェットを作ってみて、どんな感じの編み心地なのかなっていうのをお試ししてみたいと思います。っていうことで、沢田イットさんで購入したのがポシェットのキットとラメ糸のアソートでした。で、次はどうしよう。これを紹介しようと思います。で、出しちゃいます。はい、出してみました。アンドウールさんっていうところでお買い物をしました。このアンドウールさんって、糸間の常連さんで、私が初めて参加し始めた時からずっと毎回出店されてると思うんですけど、毎回ヤクとかのラグジュアリーな素材の糸がいっぱい並んでいて気になってるんだけど、やっぱりちょっと高級ラインなのでなかなか手が出せずに今まで何も買ったことがなかったんですけど、今回もブースをいろいろ見させてもらって、サンプルの編み地がいくつかかかってたんですけど、その中で靴下のサンプルの編み地がすごくいい感じの肌触りで気になったんですよね。で、その糸何ですかって聞いたら、このナンバー34って書いてあるんですけど、これが毛糸の名前なのかなっていう、ウール 100% のソックヤーンだったんですね。これ、なんかウール 100% なんだけど、全然ウールっていう感じがしなくて、なんかコットンみたいな感じの、すごくあっさりしたいい感じの肌触りで、これで編んだ靴下すごく気持ちいいし、普段使いにもすごく良さそうだなと思って、これを1個買ってきてみました。ラベルに見えるかな？カラーがモカって書いてあるんですけど、いくつか色展開があって、こういうシックな色合いと、あとすごい発色のいい緑とか青とかあったと思うんですけど、このモカっていう色がすごく鮮やかな発色の赤色があって、その2つで結構迷ったんですけど、今回はこの使いやすそうな色味のモカにしてみました。これで靴下を編もうと思っています。すごい楽しみ。はい。じゃあ次なんですけど、次は、これを紹介しようかなと思います。太陽毛糸さんで買ってきました。まずは、これなんですけど、アニマルっていう糸ですね。これが、素材が、シルク 29%、ウール 22%、アクリル 22%、モヘア 20%、ナイロン 7% っていう感じの糸で、太さがだいたい中細ぐらいですね。これで 200g で800メーターあるので、コーン2つでセーター編めますよっていう感じだったんですよね。なのでセーター編みたいなと思ったので、コーン2つと、ちょっとアクセントカラー入れようかなと思ったので、この違う色も1つ買ってきてみました。ちなみに色が
これは多分4番のモカっていう色だと思うんですけど、こんな感じの色ですね。こっちのなんていうかホワイトというかグレーというかグレージュみたいな色合いの方はちょっと色番号らしきものが書かれてないですね。なんかこの糸がわかるかな、こう芯糸にモヘアが絡まってる感じの糸なんですね。でその芯糸とモヘアとの色味が結構コントラストがあるので、なんていうか編み地になるとちょっと不思議な感じで可愛い風合いになっていて、すごくいいなと思いました。結構色展開も豊富でいっぱいあるんだけど、全体的にこんな感じのシックな色合いのものが多かったですね。これ後で確認したらオンラインストアでも取り扱いがあるみたいでした。っていう、まず一つ目がこのアニマルっていう糸買いました。でもう一つがこれです。これ気になりますよね。なんだかこれコップ糸って呼ばれるものらしいんですけど、これが開催前日のライブでも出てきてたんですけど、ちらっと紹介されていてすごく気になってた糸だったんですけど、なんか工場の製造過程でこういうものができるらしいんですね。それをコップ糸って呼んでるそうなんですけど、なんかこれすごい見た目が可愛いのでインテリアとして欲しいなと思って、2種類あって、カシミヤ 100% のものとウール 90% カシミヤ 10% ぐらいの混紡のものがあって、カシミヤ 100% の方は600円ぐらいで、こっちは440円ぐらいだったと思うんですけど、インテリアとして置いておきたいなと思ったので、素材はそんなにいいものじゃなくていいやと思ったので、ウールとカシミヤ紺の方を2つ購入してみました。すごい可愛いですよね。なんかこれ佇まいが、いつか使うかもしれないですけど、とりあえずインテリアとして飾っておきたいと思います。4つ目に購入したのが太陽毛糸さんでの2種類の毛糸でした。で、これが最後になるんですけど、最後これいろいろ入ってるピュンさんで購入してきました。ピュンさんでは編み物ステッチズのパターンブックの中のチリーっていうカーディガンのキットがあったらいいなと思っていたけど、それはなかったんですね。なかったけど、毛糸単品でもいろいろ購入できたので、この機会に日頃気になってたんだけどまだ使ったことがなかった毛糸をいくつかピックアップしてお試し買いしてきました。全部で5つ購入してます。1個ずつ紹介しようと思うんですけど、まずはこちらフォルストガーンの2種類の毛糸ですね。こっちがチチカカっていう糸で、これが 100% アルパカのレースウェイトの 50g400m の糸です。で、このアルパカ 100% のレースウェイトの糸って似たスペックのものが結構各メーカーさんから出ていて、私が知ってるのだとイサガーのアルパカ1とカスケードヤーンのアルパカレースっていうのがあるんですけど、この2つは家に在庫があるのでちょっと比較してみたいなと思って買ってみました。ちなみにイサガーのアルパカ1とカスケードヤーンのアルパカレースのスワッチがこんな感じなんですよね。カスケードヤーンの方はアマリートもあるんですけど、こんな感じ。これなんか
ウェブサイトとかで見てみるとほぼほぼ同じスペックなので、触り心地とかどういう違いがあるのかなっていうのが結構気になっていて、カスケードヤーンとチチカカだとこんな感じなんですよね。触ってみた感じも結構っていうかほぼほぼ同じ。でもカスケードヤーンの方が若干細い気はしますね。これもまたちょっと試しにスワッチを編んでみたりして比較してみたいなと思って買ってみました。で、ホルストガーンの方でもう一個買ったのがこのルシアっていう糸ですね。これは私は初めてお目にかかる糸だったんですけど、ベビーアルパカ 42%、マルベリーシルク 35%、13% メリノウールっていう素材の糸ですね。シルクモヘアのアルパカ版みたいな感じの起毛感がある糸なんですけど、たまたまチチカカと一緒にカゴに入っていて、色味とか風合いがすごく綺麗だなと思って欲しくなって、これは衝動買いですね。一応この2つで引き揃えて使えるようにと思って似た色を購入してきてみたんですけど、チチカカの方がジェイドっていう色ですね。で、ルシアの方がマーメイドっていう色味を購入してきました。どっちもすごく綺麗な色。なんかお試しで買ってみたけど、何か形にできたらいいなと思います。はい。で、あと3つ購入してるんですけど、まず1つが、これですね。イサガーのシルクモヘア。人気のやつですね。シルクモヘア、イサガーのシルクモヘアも見かけるたびにいつも気になってたんですけど、うちに工業紙のモヘアが山ほどあるっていうのと、あと使い道を決めずに買うのが少し抵抗があって、今まで手を出してなかったんですけど、今回なんか買ってみようかなっていう気持ちになって買ってみました。この色味がすごく好みだったっていうのもあって、このね、なんていうか墨黒みたいな微妙な色合いの黒がすごい綺麗だなと思って買ってみました。シルクモヘアもいろんな各メーカーで同じような8番手ぐらいから12番手くらいのシルクモヘアっていうのが結構出てるので、このシルクモヘアもいろんなメーカーのものをちょっとずつ買っていって比較してみたいなと思ってたりします。ちなみにこの色は、47番っていう色みたいですね。こんな色です。で、次が2つ同じ糸なんですけど、イサガーの、ソフトっていう毛糸2色買ってみました。この糸もずっと気になってた糸なんですよね。わかりますかね。リリアン状の糸の中に繊維が吹き付けられているような構造の糸なんですけど、この芯糸と吹き付けられている繊維の色味の違いとか風合いとかがすごく可愛くて、ずっといつか使ってみたいなと思ってた糸だったんですけど、最初に見た時にこっちの28番のオレンジがすごい綺麗な色で気になって手に取ったんですけど、なんかこっちのこれは E6S っていう色味の方なんですけど、この2つすごいいい感じの組み合わせだなと思っ
て、これもお試しで買うんですけど、この2つで組み合わせて何か形にできたらいいなと思って2色買ってみました。はい、ということで今回は、今年2024年の糸間で購入してきたものを紹介してきました。今年は東京ヤングロールにも参加しようと思っているので、計画的にお買い物しようと思っていましたけど、行ってみるとやっぱり本当に魅力的なものが溢れてるのでいっぱい買っちゃいましたね。また来年も気持ちよく参加したいので、これから1年かけてタンスの肥やしにしないように使っていきたいなと思います。というわけで最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。